まらかみぐらいです。ケツの話をします。ケツ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 俺の尻を舐めるケツ。とにかく4つ紹介します。普通に見たお尻、横から見たお尻、上から見たお尻、最後に見上げたお尻です。順番に触れていきましょうね。このお尻の書き方はカッコを書いて真ん中から人という字を書いて、人という字の中からこんな風に閉じてあげます。そして最後に具を書いて終わりですね。あとはお尻に沿ってこうやって閉じてあげればパンツを履かせたことになります。ケツの膨らみを強調したい人はこの辺に柔らかい線をね少し入れてあげるとか、お尻のこっちにもちょっと柔らかい線をそっとね入れてあげるといいと思います。人という字を書いた時のここの隙間をちゃんと開けるようにしてください。足のポーズを変えたい時は先にこっちを書いてあげて、こんな風にねやってあげると簡単に足を入れ替えることができるので試してみてください。次、横から見たケツですね。真横から見たお尻は簡単で、腰を先に書いてあげて、お尻の膨らみをドンって書いてあげるんですね。で、前の方はすんなり閉じてあげて、あとはお尻の膨らみに沿ってパンツをこう書いてあげればいいわけですね。お尻の向きを変えるのは簡単で、途中まで同じように書いてあげて、カタカナののの字のようなものをパッてね入れてあげたら、お尻を少しこっち側にね向けることができるわけなんですね。すげー楽しい。もっとエッチな感じにしたければ、のの字を書いた後にこういう線をね入れてあげてもいいですね。あとはパンツの角度を急な角度にしてあげたり、お尻の谷間をもうちょっと延長してあげればエチエチな感じになってくるとは思います。お尻のお肉と太もものお肉が作るこのラインがすごくエッチだと思うから、極めたい人はそこをね極めていくとねすごくいいと思います。ほんと楽しい。反対側のお尻もこうやって書いてあげて、ここののの字を書いてあげて、こういう線を入れてあげるといいですね。要するに人という字を書いてあげてください。本当に便利だから、本当に便利。これで書ける、本当に。次に行きましょう。こちら上から見たお尻ですね。まずこう書いて、こちらはこういう風に先に書いてしまって、ふんわりと書いてあげてください。実はこの角度ってあんまりこういう分かりやすい谷間とかこういうラインはね入ってこないんですね。気をつけてください。あとはお尻の膨らみに沿ってこうやってパンツをね書いてあげたら OK ですね。物足りない人はここに柔らかい線をスッと入れてあげたらちょうどいいと思います。このお尻は例えばこういう風に座ってる女の人をね後ろから見た時とかこういう時に使ったりするんで、結構使うこと多いと思うんでね、簡単なんだけど書けるようになっておくとすごくね便利だと思うんで、ぜひ覚えてください。もっと肉々しい感じを出したい場合はこうやってもっと横にこんな風に膨らんであげて、下を控えめに閉じてあげて、こういう丸みのある感じでね書いてあげるとこういい感じの桃尻にねなっていくと思うんでね、やってみてください。さあお待たせしました。ラストですよ。一番エッチなのが来ましたね。ちょっと難しいからよく見ててください。まずこう書きます。こういうハート型みたいなのを書いてみてください。こういう人の字の逆みたいなのを書いていきます。でこの間を注意深く閉じます。パンツを履かせるんだけど、パンツのラインが終わるところに気をつけてください。先に書いたこの太ももの線にぶつかっちゃわないように注意深くしまってあげた方が位置関係的にはねちょうどいいと思いますね。これもポイントなんですけど、ここのね足のこの間の隙間をちゃんとね開けておいてください。こういうところがすごい大事だと本当に思うんです。慣れてきたらさっき紹介したみたいに奥側の足をしまってあげて、最後にここをきれいに閉じてあげると、そういうやり方もできてくると思います。もちろん後からこういう線を入れてニーソやハイソックスかな履かせてあげることもできるし、ジーパンを履かせてみたりスカートをね履かせてみたりと、とにかくもう合法的にねいろんなことができるんでね、ほんとマジでね。後から何かを履かせるっていうのはね、このケツを先に書いてから後から結構自由にねできるものですから、そういう感じでねぜひ遊んでみてほしいなって思います。もちろんノーパンとかでもいいですよ。ちょっとややこしく感じちゃった人はこの人という字だけね今日は覚えて帰ってみてください。お尻はすごく奥が深くってほんとやればやるほど楽しいんで、ぜひやってみてください。バイバーイ。